ベルセルクの話します。はいよ。今回は、ドクロの騎士。多いねベルセルクの中でも特に重要な位置を占めるこの骨について、がっちり語っていきたい。ドクロさんかっけーよな骨なのに。そうねかっけーのは間違いない。けど、ね。何？じゃあまずドクロの騎士の活動を見ていきましょう。なんだよ。ドクロの騎士は1000年活動している。すげえ長えぜ。知り合いに陛下と呼ばれてるし、自分でも愚かな王というおとぎ話のドクロの王様、つまり、覇王、ガイゼリリクとの関連は露骨に匂わされている。そうね1000年前に大陸を制覇した覇王、ガイゼリリクっぽいよな。ぽい止まりなんですけどねまあ確定ではないぜ。そしてザコシトぐらいなら楽勝でぶっ殺せるほど戦闘力が高い。お強いぜ。自称5人の見つかいにあだなす者、つまりゴッドハンドを狙っている。ゴッドハンドってどこにいるかもわかんねえんだよな。そう、存在の次元が違うんよ。ドクロの騎士はその辺の知識を持っている。食の発生時期なんて超常的な概念を把握してるし、ある程度構造的に魔のシステムを知っている。彼は戦闘面でも知識面でも、魔にあだなす専門家と言えます。やっぱドクロさんすげーのか？そしてドクロさんは自身を時の接合点に全てをかける身とも言っている。ちょっと補足すると、時の接合点ってのはゴッドハンドですら予測できない瞬間、他は全部予測されちゃうんですね。ゴッドハンドチートすぎる。具体的には食とか、そういう特別な因果の集約点、予測できない瞬間にゴッドハンド取りに行く。ってのがドクロさんの戦略なんですよ。チャンス少ないぜ。抽象的に言うと、ゴッドハンドは決定論的な世界を体現している。ドクロの騎士は不確定性に欠ける。そんな感じ。根幹から正反対だなー。で、結局さ、時の接合点ならドクロさん勝てるのかな？いや、戦力差は埋まってないように見えますね。このシーンでも一撃入れようとしたら謎の壺で反射され、無慈悲。あとは逃げに徹していました。ゴッドハンドにはまあ全く歯が立たない。無角が違うように見えるな。時の接合点でもせいぜい他よりマシ程度なんじゃないかな。マシ程度なの？そしてゴッドハンドは5人揃ってしまった。完成しちゃったぜ。食が起きるのは216年に一度、ゴッドハンドは5人、ドクロの騎士の活動期間は1000年、つまり活動期間中一度も誕生を防げてない。先代は倒してんじゃねえの？先代は先代なのかすらわかんないけど、仮に先代がいたとしても、さっきのボイドとの描写を見るに、倒せたとはちょっと思えないんよね。秘密兵器完成もごく最近だし、呼び水の剣、スカシンガを4人生まれてるのでね。ゴッドハンド倒すって目的は全然達成されていない。ここは間違いない。そうな。そんでよく考えるとさ、かっけー割にドクロさん他にも、やらかしだらけなんよ。まず定番やめてあげようよ。ダメです。ファンタジアの誕生。やっぱこれかよ。やっぱこれよねへへへ。楽しそうなのムカつく。まず前述の通り、ドクロさんは秘密兵器呼び水の剣を作った。ベヘリット飲み込んで練り上げるって手順も発想もキモい。キモいけどそこはいいだろ。見た目もキモいけどこの剣は時空を切り裂くとんでもない性能。戦況変えられるかも。しかし、これが裏目に出る。ドクロさんはゴッドハンドフェムとの背後に現れ、呼び水の剣で切りつけます。ここまで超かっけーんだよな。が、フェムとは斬撃をねじ曲げ、世界を切り裂いてしまった。結果としてうつよとかくりよが混じり合いファンタジアが誕生。世界は大きく変わってしまった。やっちまったぜ。ドクロの騎士は意図せずゴッドハンドに手を貸してしまったのです。待たれてたんだ。そこー、待たれてたー。好きすぎだろこいつ。このシーン時の接合点なんだよ。つまりゴッドハンドの能力で予測されたのでなく、どうせあの骨来るだろってパターン読まれたわけ。考えがバレバレだったので、バレバレ。時の接合点でもやっぱ厳しいんですよ。悔いがなさすぎる。このファンタジア誕生時のドクロさんは、作中すべてのキャラ、すべての描写の中で、最大にやらかしてると思う。言い過ぎじゃね？世界規模だし犠牲者数は作中ダントツでしょう。でもドクロさんのせいじゃない。ファンじゃないけど手を貸しちゃったのは間違いない。ぶっ殺すつもりだったのに手伝っちゃったねへへ。だからなんで楽しそうなの？他にもさ、これより規模は小さいけど、ドクロさんって色々失敗してるよね。フローラテイン時も結局燃えて友達守れてないし、お肉の時も卵しと逃がしてるし、1000年も活動してんだから描写外でもやらかしはいっぱいあるに決まってる。ドクロの騎士の1000年は、まさしく、失敗の1000年。おいぜ言ってんだろ。ドクロさんの1000年を無駄みたいに言うな。いや、無駄とは言ってないよ。じゃあ何？むしろマイナスって言いたいの？違うよそんな気ないよ。相手が超強いんだからドクロさんは失敗して当然。急に用語？いや急じゃないでしょ実力差あるってさっきから言ってんじゃん。そうだけど。なのにマリサちゃん無駄だのマイナスだのってさそれは言ってんじゃないよ常識で考えなさいよ。嘘私が悪い感じ？
ドクロの騎士の戦いは、弱者が強者に挑む戦い。失敗あげつらっても、いい意味、ない。あげつらったのお前だろ。もう一回言うけど超格上相手ってことを忘れるべからず。お前がナムカック。あのね、冷静に状況を見てください。ただでさえ勝てない相手が5人粘着してくるゾットさん他の人もどんどん生まれる。激烈に不利な中1000年も抵抗を続けている。大変だぜ。そしてドクロの騎士は対ゴッドハンドの専門家。彼以上にゴッドハンドと戦える存在はいない。ドクロさんがやるしかないんだぜ。そうだよやるしかねえから一生懸命やってんの。なのによく言えるよね。無駄だの、マイナスだの。お前が言わせたんだろ。情状を借用して、ファンタジアのやらかしもしゃあないドンマイ案件である、と私は言いたい。いやさすがにドンマイじゃ済まねえのでは。とにかく、ドクロの騎士の存在はゴッドハンドへの抵抗の象徴。1000年やってっからな。我々はそれを見てかっけーと思ってるわけでしょ。結果によらず、それは間違いないが、抵抗って姿勢が大事なんだよ。これは何度も繰り返し出てくるベルセルクのテーマでしょう。そうだけど、でもさ結果も大事だぜ。あ、はい。ドクロさん勝てんのかな。それはわかんねえっすね。そっけない返答。てかさっきも言ったけど現状明らかに不利でしょう。虫とはともかくゴッドハンドがどうしようもない。パターン読まれてんだよね。ベムとの野郎な。待っていたっつってたけどさ、これゴッドハンドの計画にドクロの騎士が組み込まれているってことよね。かなり致命的だと思うけど、それでもドクロの騎士は不利な抵抗を続けている。続けるしかないわけですね。悲壮感半端ねえぜ。じゃあ基礎編は以上ってことで。は？ドクロの騎士についてはまだ喋ることがいっぱいあるんだよ。ウプ主の考えを AI にまとめてもらったところ、よくわかんねえけど、こういう話をしていくから。まあ、重要人物だしないっぱい喋るべきかも。いっぱいありゃいいってもんじゃねえんだよ。なんでちょっと切れてんの？終わりが、見えねえの。お前の加減だろ。はい、今回はベルセルク、ドクロの騎士の失敗を語りました。続くのか。バイ。